Go! 古民家のすぐ横に立っているこの松の木、見てお分かりの通り枯れてしまいました。いわゆる松食い虫の被害に遭ってしまいまして、もうこうなってしまうと元には戻らないということなので、根元から切り倒したいと思います。しかしながらですね、このようにすぐ隣には電線がたくさん通っていまして、そのまま根元から切り倒すと、確実にこの電線に当たってしまいます。それからこれはですね、うちに入っている光ケーブルなんですが、これを切ってしまうとかなり厄介なので、これも切るわけにはいきません。普通に考えればですね、この松の木にはしごをかけて、はしごを登って上の方の枝から順番に少しずつ切り落としていくというやり方が普通なんだと思います。でも今回はそのはしごは使わずに、この松の木をなんとか切りたいと思います。私はかじる程度なんですが、ツリークライミングというものをやっていまして、木に登る道具を持っていますので、この小さい松の木を切るには非常に大げさなやり方になってしまいますが、ツリークライミングで登って、そして、枝を少しずつ落としていきたいと思います。今やっているのはクライミングロープを上から垂らすために、まずは細いロープスローラインを、上の枝にかけようとしています。今これは失敗ですね。細い枝にかかってしまいました。私はこのスローラインを投げるのがすごく下手でですね、なかなか思ったところに、かかってくれません。はい、また失敗です。失敗です。はい、4回目にしてようやく丈夫な枝にかかりました。今枝にかけたスローラインに、太い、ツリークライミングのロープを結んで、この太いロープを上に上げていきます。はい、このように一番上の、太い枝にクライミングロープがかかりました。そうしましたら、このロープの末端を木の根元に結んでアンカーを作ります。このロープが私の命を守る命綱になりますので、結び方は、適当ではなくてちゃんとクライミング用の結び方があります。このアンカーの作り方の場合、最大で私の体重の倍の力が一番上の枝にかかりますので、しっかりと、耐えられるかテストしてから登ります。これがツリークライミングの道具です。まずはハーネス、これを体に装着して、このハーネスに命綱を結びます。ランヤード、これは木に登る際に使う補助ロープです。ブーツ、木登りがしやすいように多少加工してあります。ツリースパイク、ブーツに装着して木の幹に突き刺しながら登っていきます。この他にもいろいろ道具は使いますが、説明は割愛させていただきます。
一番大事なこれを忘れていました。ヘルメット。これは林業用のヘルメットでフェイスガードとイヤマフがついています。それではいよいよ登っていきたいと思います。途中にある細い枝も切りながら登っていきます。細い枝を2本切ったところで、なかなか上に登れなくなってしまいまして、この松の木がちょっと小さすぎてですね、樹皮が薄いんですよね。なのでスパイクの爪がなかなか刺さらなくて、不安定になってしまって、なかなか思うように上に登れなくなってしまいました。なので諦めて一旦降ります。スパイクを違う種類のものに付け替えて、登りたいと思います。このスパイクに変えて登ります。片足に4本ずつの爪がついていまして、安定して登ることができます。このスパイクの場合は、樹皮が薄くても、それほど、深く刺さらなくても、登れるようになっています。ラインヤードもワイヤー入りのものに交換しました。この方が上に上げていくのがやりやすくなります。やっぱり4本爪のスパイクの方が使いやすいですね。非常に安定して登ることができます。それでは枝を切っていきます。これで全部枝を落とすことができましたので、下に降りたいと思いますが、降りる際はスパイクは使わずに完全にロープの方に、体重を預けてゆっくり降りていきます。ちょっともたついてしまっていますけども、この4本爪のスパイクの場合、平らな地面を歩くことができませんので、このぶら下がった状態で爪を外さなければいけません。そこがこのスパイクのちょっと難点ですね。比
クライミングロープを回収してから残った幹の部分を根元からチェーンソーで切り倒したいと思います。慎重に倒す角度を決めています。倒す角度を間違ってしまうと当たりそうな電線があります。切るのはここまでにして、あとはくさびを打って少しずつゆっくり倒していきたいと思います。こんなに小さい木を切るときに、くさびを打って倒すなんてことはしないと思うんですが、近くに電線があるのでかなり慎重にやっています。電線にも当たらずに、切り倒すことができました。これで松の木の伐採作業は終了です。いろいろとかなり大げさなやり方で、作業しましたが、近くに通っていた電線を切ることもなく、このように、切り倒すことができました。今回の動画いかがだったでしょうか。この古民家があるような田舎に住んでいますと、田舎暮らしならではの作業っていうのが結構あるんですよね。これからはこのような動画もお伝えしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。